皆さんこんにちは、えっちゃりんこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回私がやってきたのは鹿児島駅。市電のターミナル駅でもありますが、鹿児島中央駅とは違い、こじんまりとしています。さあ今日はここから自転車で石橋記念公園、そして磯海水浴場を目指します。最後までどうぞお楽しみください。海沿いの道を約1キロ進みます。左手にはベイサイドと言われる一角があり、チェーンの飲食店がたくさんあります。はい、石橋記念公園に到着です。目の前の駐輪場に停めたいと思います。ちょうど仙巌園の方から鹿児島シティビューがやってきました。駐車場を入ったすぐのところに停留所もありますね。鹿児島シティビューは30分おきにやってくるようです。まずはこちらの石橋記念館に入ってみたいと思います。入場は無料。甲突川御説教の歴史や石橋作りの技術について分かりやすく説明されています。中のカフェで燻製抹茶オレを買って休憩です。目の前にあるのは西田橋。立派な橋ですね。記念館でお勉強しましたので、見ながら説明していきますね。こちらの石橋記念公園がオープンしたのは2000年のことです。かつて鹿児島市の甲突川には、江戸時代末期に架けられた5つの大きな石橋がありました。それらはすべて熊本から招かれた名医宿岩永三五郎が作ったものです。約150年間現役の橋として親しまれてきました。しかし1993年8月6日、いわゆる86水害で2つの橋が流出してしまいました。残ったこの西田橋を鹿児島県が、高麗橋、玉江橋を鹿児島市が移設・復元しました。夏には水遊びをする子どもたちでにぎわいます。この西田橋が作られたのは1846年。城下の表玄関として5つの橋の中で最も豪華でお金がかかっています。参勤交代の大名行列もこの橋を通りました。また13代将軍に嫁いだ篤姫も1853年江戸に向かう時に渡ったそうです。そして二度と鹿児島の土を踏むことはありませんでした。通行する者たちは目の前にある御門の脇にあった番所で改めを受けました。西田橋御門は明治10年1877年の西南戦争で焼失しました。こちらは写真などの資料をもとに一部再現されたものです。公園の敷地は江戸時代1701年に埋め立てられた土地です。寺社や島津市の分家下屋敷などがありました。さあ残りの2つの石橋は稲荷川の向こうのイオンノス公園にあります。ここ稲荷川河口周辺は宣教師ザビエルが1549年日本に初めて上陸した場所と考えられています。奥に見えるのは祇園社八坂神社です。祇園の巣という地名は江戸時代に八坂神社の東側の海岸を埋めたことに由来します。八坂神社は1728年に現在地に移されました。ここが埋め立てられたのは1837年頃。最初は兵士の屯収所でした。そしてこちらにあるのが高麗橋です。1847年に作られました。橋の周辺には西郷隆盛や
大久保利通らが暮らす鍛冶屋町がありました。西郷隆盛は1828年生まれなので、橋が架けられた頃は19歳だったんですね。高麗橋の前には石橋を作った岩永三五郎の像があります。薩摩に滞在した約10年間、石橋作りだけでなく土木事業全体に力を注ぎました。そしてこちらにあるのが玉江橋。1849年、三五郎が五石橋のうち最後に架けた橋です。梅ヶ淵不動堂にお参りする人たちのために作られたとも言われています。橋の下は今潮が引いて干潟になっています。玉江橋は現役の橋としてまだ使われていますね。さて、公園内には撮影戦争の記念碑も立っています。島津斉彬は1853年、ここ祇園の巣に砲台を設置しました。その後、生麦事件をきっかけに1863年、撮影戦争が勃発。イギリス艦隊によってこの砲台も破壊されました。またここは西南戦争で亡くなった官軍兵士たちの墓地になっていました。1955年に地下納骨堂に合葬され、1964年に公園になりました。目の前にあるのは長山公園。見えにくいのですが、お山の上に東郷平八郎の銅像が立っています。はい、長山公園に登ってきました。東郷平八郎のお墓があります。遺骨の代わりに遺髪が収められています。そしてもっと高いところに東洋のネルソンとも呼ばれた東郷平八郎の銅像が立っています。東郷平八郎は16歳の時、撮影戦争に参加しています。その時に解剖の重要性を知り、海軍を志すようになったそうです。1848年、西郷隆盛らも住んでいた鍛冶屋町で生まれました。亡くなってからは勝利の神様として東郷神社に祀られています。歴史を感じながら景色を眺めるのも一興かもしれません。さあ、この後は磯海水浴場へ向かいます。祇園の巣公園から約 1.2 キロの道のりです。歩くと15分ぐらいでしょうか。道沿いには鹿児島名物のジャンボ餅のお店が何軒か並んでいます。今回は一番手前の平田屋さんで休憩することにします。焼いたお餅に甘い醤油だれがたっぷりかかっています。ジャンボとは大きいという意味ではなくて、漢字にもあるように2つの棒という意味ですね。武士が持っていた大小2本の刀を竹串2本で見立てているようです。一皿に10個のお餅、ペロリといただきました。最後は目の前の磯海水浴場を散歩して帰ります。奥には仙巌園も見えています。また今度来たいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またね。